はい、皆さん、こんにちは。小春こぬきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、機関投資家に乗る、勝ち組に乗れ、ブラックロックが注目する高配当銘柄と題してお送りいたします。で、先に紹介したい銘柄は、証券コード4502の武田薬品、高配当で有名ですね。武田薬品工業は国内トップの製薬会社。株価は4028円で配当利回りはなんと 4.87% となっています。1億円持ってたり、そういう人から見れば、もう年収500万円確定みたいな感じで、しかも配当金控除とかを使うと、年収500万のサラリーマンより普通に多いですよね。僕の時もう年収働いて450万ぐらいだったのに、あんなにね、働いて、残業して怒られて、焦って、キリキリしてストレスを食って、でも1億円持ってたら勝手にそれ以上のお金が生み出してくるって、なんだこれは。ブラックロックは株式保有比率を 6.31% から 7.33% に引き上げ、1億1600万株を保有しています。武田薬品工業は配当利回りが非常に高いっていうことが特徴で、2022年までは1株当たり180円の配当金を継続していて、ちょっと出しすぎだということで、2023年188円に増配。なんだと逆に増配してきたっていう。で、今期はさらに上がって196円の予想となっています。2024年度の業績の見通しでは、売上が4兆3500億円。営業利益が2250億円と増収増益ですが、利益は 60% 減の580億円となっています。この減益は、新薬の特許切れとか一時的なもので、今後の売上と利益見通しに基づき増配を予定しているらしいです。減配発表により株価が下げているのが今購入のチャンスかな。実際に下げて、で、上がりを確認してから買った方がいいんじゃないかな。もう日本の製薬会社と言いつつも CEO とか役員はもうほぼもう外国人、日本人一人もいないっていう。これは果たしてね、日本の企業と言っていいのかね。武田薬品の良い点は収益が 5.6% 増加して4兆2638億円に達成して主要ビジネスのエリアでの売上の増加が確認されました。特に、結晶文化製薬と消化系の期間が好調でした。なんでしょうね。それは逆に悪かった点、営業利益が前年比の 56.4% 減少して2141億円となった。だから高配当いつまで出せるのかなっていうのが少し疑問が深まった。だから株価が下がった。貸借対照表で資産の合計は 8.2% 増加して負債の合計は2317億円に増加した。資本比率は 44.5% から 48% に改善した。損益決算書で売上は増えたけど営業利益と当期利益は大幅に減少したっていうのが悪いところか。いいところは市場ポジションが非常に高い。少し投資家が気にかけているのは成長性。これはチャット GPT、AI が分析させても同じ結果になっています。まとめると、売上っていうのは増加を達成しましたが、営業収益と当期利益の減少が課題となっています。財務がより改善していて、成長性も期待できるけど、競争激化と新薬開発のコストの増加がリスクとして存在しているっていうところが嫌われて株価が下がったんじゃないかなと言われています。総合的にこの投資の判断として武田薬品は長期的な成長は見込まれると思われますが、今掴んだらそのままの暴落に巻き込まれる可能性もあると機械は言っていてね。だって指標について見に行ってみよう。時価総額は6兆5500億円で超大きい。もうこれより大きいのないんじゃないかな。ROE は新薬の開発コストが高いって先ほどから分析結果からめちゃくちゃ低いですね。で、PR も 53.4 倍ってかなり高い。ただ一方でこういう製薬関係の PR の相場だと94とか100とかめちゃくちゃ高くて期待が先行しているような感じもしますね。ただ配当金はこの10年間ずっと一定で死守しているから何が何でも減配はしないっていう意思は伺いますね。過熱感はかなりあるものの個人年金としてずっと長期で保有する。そして値上がって配当金とキャピタルゲイン両方が狙えるから持っててもいいんじゃないかな。予算と時間に余裕がある人はね。信用倍率はここ最近になって43倍から52倍に上がっていて改ざんがかなり増えている。株価がやや下がったことによって割安感が出た。そして売上が上がっている状態から開発コストっていうのはどうにでもなるもんだから改善するんではないのかっていう投資家の意見、見解なんでしょうかね。ただ PR がこれ50とか決算のたびに基準が大きく変わるのか、今100倍になってるのか、ここを見ると。この PR っていうのは1倍を切って割安とされていますけど、これって景気がいい時役に立たないって聞きますね。
僕もね、あんまりこれ安いから上がるっていうのはね、見たことないですね。ワッケチャンネルとか他のチャンネル、ファンダメンタルの投資家が結構見るけど、なんかやばりやすって言うけど、いや、上がった試しはあんまりないよねって僕は思うんだよね。さて問題はね、この値段はこれからみんなが買いたい上がるかっていう意識が集まるとそこに資金が流入する。絶対的な数が多い。需要が大きいと売っていなくなる人より買って新しく入ってくる人が多いわけだから、株価っていうのは釣り上がっていくんだよね。板を連想してもらうとわかりますけど、この信用買いから増加からみんな買いたいなっていうのは分かっている。やっぱりこの週足ごとの出来高を見ていても 1.5 倍増しっていう感じですね。この6月21日以降が直近の株価の動きとしてはここから上に上がっていくだろうっていう動きになってくる。万が一下がったとしてもその流入してくる人の方が多いわけだから、下がったら買っといたらいいんじゃないのって僕思いますね。僕のアラーム設定いきます。僕は今見ている6月25日 ?6 日か。4168円で、このまま上がっていっちゃったら、機会がなかったなということで見送りましょう。だいぶね、過熱感があるので、一方で一時的に株価、日経平均とか相場に準じてね、下がってしまったら、買い時でそこが、下限値としては4070円設定して、下限値いったら、よし、買おうって言って4050円にセットします。それ以下で買えたんだったら、だいたいこの武田薬品っていうのは反発しているようですね。で、ずっと持っててもいいし。さて、損切りラインは、だいたい僕 91%、それより大きかったら損が拡大しちゃうし、これがね、損96とか5とかにした時があったんですけど、これね、揺さぶりで簡単に振り落とされるので、アルゴリズムの意味があんまりなかったんですよね。ゴールデンウィークの時100万円損したので、だいぶ損したくないっていう気持ちとか、儲けたいっていう気持ち、これが裏目に出たなって。だから従来の僕の過去に決めたルールを絶対に守った方が良かったなってすごく後悔しましたね。どれくらい後悔したかっていうと100万円分明快だな。で、3686円に損切りを設定。絶対してくださいね。そしてね、上がらなかったりとか、上下しなかったり、1ヶ月半経つと、切れるわけですから、アルゴリズム設定がね、再設定してください。これ結構めんどくさくて、やらない人が多いんじゃないかな。さて、トレーディング開始。配当金が 4.7%。で、もう 6% だったら別に配当をもらわなくてもそれ以上のね、キャピタルゲインあるわけですから、4293円。これでトレーディングを開始します。利益確定幅は 3.3%。扱い方がわかんないなと思ったら、過去にね、動画上げてるので見てください。それでもわかんなかったら、ちょっと動画作ります。なんで今回は、初めに武田薬品を説明したのか。はじめはね、大林組っていう次説明するやつを最初に台本に載ってたんですよ。ただね、Google のトレンドとかおすすめとか検索しやすい、再生されやすいっていうのはどっちが先がいいかな、どっちをメインにした方がいいかなと思ってこの武田薬品にしました。次は、大林組証券コード1802です。大林組はゼネコンの大手で、特に関西エリアの実績があります。株価は、1813.5 円で配当利回り 4.41% となっています。ブラックロックは保有株比率を 6.33% から 7.51% に引き上げました。大林組の魅力は高い配当利回りです。さらに3月に発表された資本対策の見直しが注目されています。配当の方針を DOE、株主資本配当率3% から DOE5% を目安とする方針に変更しました。これは利益の一部から株主に還元していたのが、会社の全財産の 5% を強制的にね、排出していく、吐き出していくっていう。もうね、なんでそう自分で尻に火をつけるみたいなことをやるんでしょうね。その分株価は上がっていくんだけど、最近流行っていってるよね。株価が配当金が2倍3倍になっていく。給料がそんなね、2倍3倍になったら嬉しいんですけど。DOE は利益だけでなく資本が基準となるために業績悪化値でも配当金が大きく減らないというメリットがあります。2024年度の業績見直しでは売上が2兆5100億円、営業利益が930億円、純利益が870億円と増収増益が予想されています。建設業界は慢性的な人手不足やコスト高の課題がありますが、国内中心に安定した需要が継続します。僕からすればもうどうでもいいんだけどね。人手が不足してるって言ってもね、僕とか投資家からすれば、もっと頑張ってくれ。人が足らないんだったら、給料上げたら多分解決するだろうけど、上げたくない。当たり前なんだよね。貧乏人がどんどん増えていく。で、結局一番儲かるのは、僕たち資産家。残酷で面白い世の中だ。財務改善により利益率を向上させることや、政策保有株式の売却により利益の拡大を目指しています。そういう風潮ありますよね。さて、バフェットコードを見てみましょう。
配当利回りは 4.4% で、PR は 15.8。一見割安普通に見えますけどね。ゼネコン、業界比較で見ると、標準値って言ったところで、過熱感はないね。ROE は 6.5%。これも別に逸脱していないから進んでいい分析にね。株価がこれだけグイーンって上昇して、みんなが追いついていってるか、業績から売上が上がったはず。セグメント利益が上がったわけだから、PR っていうのは割安になる。これだけの株価の上昇しても、それでも割安に、以前より割安になったっていうことか。配当金は資本の割合の 3% だったのが 5% に一気に引き上げたから、これだけ配当成功が上がったわけなんだ。大丈夫か？配当成功 71% あるぞ。でも出すっていうんだったらね、ありがとうってもらってこない。逆に最近会社が社畜みたいになってきてね、なんか悪いね。もう、大して利益出てないのに全部投資家僕たちがもらっちゃって悪いねって。そう最近思うんですけどね。どうですか？最近配当金ほら、6月に入っていっぱい入ってくるじゃないですか。僕ね、最高記録達成しました。といったところで10万円ちょっと過ぎるくらいですけどね。さて、みんながついていってるかなんですよね。信用倍率は 4.76 倍に拡大している。信用買いがあんまり変わらないか。信用売り算が減っていってるのか。急に株価がね、グイーって上がったから、売りやってる人からすると、もう死んだでしょうね、もう。っていうことで、意識としてはあんまり変わっていない。先週からすると、ちょっと増えた。612から748。ちゃんとついてはいってるね。これも武田薬品と同様に、出来高がちょうど 1.4 倍か 1.5 倍くらいに跳ね上がっているから、主に最近エントリーした、ここで株価がこういう人たちで、構成される。ここら辺の株価の値段、多分1810何円ぐらいのところで構成されてるんじゃないか。だからこの株価を下に下がることっていうのは多分今後しばらくないんじゃないかな。ちょっと高値掴みっていう感じはするけどね、僕としては。ただ、指標では割安だし、みんなはついてきて、信用売りしてる奴らは、死んじゃって少なくなって、信用買いは増えていって、やっぱり個人投資家の注目が集まってるっていうのは分かって、出来高が 1.4 倍、5倍くらいになって、注目が集まっているっていうのは分かった。で、あと信用倍率の絶対度合いからしても、4倍っていうのはまだまだね、高いっていう感じじゃないよね。それとも、時価総額が1兆3100億円あるから、機関投資家でだいたい株価が構成されるから、信用倍率の割合自体が少なくなっちゃうのかな。いや、そんなことはないね。配当利回りが急に3から 4.5% ぐらいに上がってるから、こういう銘柄にシフトしていく必要があるのかもしれないな。僕もね、自動車メーカーが好きで、こういうゼネコン、大林組みたいな、奴隷みたいなワーキングプアを働かせて儲かってる会社って僕あんまり好きじゃないんですよね。ただ、好きな会社が儲かるかっていうと全然違ったんですよね。僕は VTuber なので、エニカラーとか、ホロライブと思ってて、めちゃくちゃもう損したので、あれ以上損したのはないな。だから好きな銘柄より儲かりそうな銘柄をね、ちゃんとジムの仕事みたいに買っていくべきだなってすごく反省した時期があります。さて、いくらにしましょうかね。僕からしてみると、安くも高くもない値段なので、1750円を下回ってから観察をし始めるのがいいでしょうね。僕だったらそうする。だから、それ以下に値段になるまでには見ないし、検討もしない。これでね、スッキリしますね。アラームの加減値が鳴ってからエントリーするのは、打診買い100株ぐらいだったらね、1730円だったら、普通に100株買って監視しとくもいいだろうし、長期で持ってっても配当も高いから時間でカバーすることはできる。だから1730円で購入。で、損切りのラインが1574円。リスクの幅は 9%。で、トレーディングの開始は 106%。エントリーした時からね。それが1834円。で、利益の幅が 3.3%。ピークからね。では最後に僕の余談ですね。余談って言っても僕にしてみれば結構大きいことだからね。なんとね、僕のメインチャンネルでチャンネル登録者数が12000人を超えました。直近に出した NTT の株について、これがね、結構僕、検索トレンドっていうのが分かって、かつ注目が集まって、それに僕が欲しかった、検討している、でもすでに5000株ぐらい持ってるっていうこともあったので取り上げた。で、それでね、800人くらい上がって、そして一つの動画で1、2万円くらい広告収入が、臨時収入が生まれました。よかった。で、多分ね、今後同じような活動をしていくと、チャンネル登録者数っていうのは増えていって、インプレッション数、おすすめに上がる回数っていうのは上がっていって、再生回数っていうのは上がっていくんじゃないかなと思います。ただね、広告収入っていうのは最近下がっていて、それで生活できる VTuber っていうのは減少傾向にあります。だから自分のね、コアなファンからより高単価なサービスを作っていく必要があるなと思いますね。
ただそれはね、悪いことかっていうと、もちろん全然僕は善意としてね、お互いがメリットがあるとしてサービスを作っています。まさかね、VTuber って投資を始めてこんな数字に行くっていうのは僕も全然思わなかったし、そのうち証券会社とか投資セミナーから声がかかるといいなと思います。自分から声をかけていってもいいんだけど、今コミュニティとかそういう組織のベースを作るのがね、結構初期設定は大事だなと。目的地に向かいたいという時は、まず自分のいる位置を知らないとね、どっちに行ってるかわかんないからね。あとは、僕のじいちゃんが死んだっていう感じですね。それで行政の手続きとか、年金の廃止とか、誰が相続するものもなかったとか、で、香典返しっていうのかな、そういうめんどくさいのがあるか、お金もらって嬉しいけど、お坊さんの長いなんかは意味がわからないお経を聞いて気持ち悪くなって、これ気持ち悪いよねって言ったら、うちもってね、親戚全員結構9割かなくらいの人が気持ち悪くなってたっていう意味がわからない言葉をずっと延々と聞かされていて、僕たちっていうのは内容を理解しようってね、聞こうとして、それを1時間耐えるわけですから、そりゃ気持ち悪くなるよねっていう。まるで小学校運動会で校長先生の話長いよ。校長先生が1時間話す。もう立ってるのきついよ。立ってるのか座ってるのかわかんなくなってきたよ。いうくらいのね、もうめまいがしましたね。そんなことはさておき、とにかくね、チャンネル登録数が12,000人を超えました。今、YouTube のトレンドで、なんかそういう投資の検索に波が来ているみたいなので、それでみんな頑張っているみたいですね。僕も頑張っていかないとな、と。最後ついでに話すんだったら、サムネイルを新調したっていうところですね。ここを4分割して、その間に僕のこの緑っていうかな、キャラクターのテーマ色のこれを挟んで、ここに内容、ここに詳細。もう全部見えなくてもいいんだけど、とにかくこれ考えられた内容のやつなんだなっていうのをサムネでわかるようにね。ちょっと作りました。NTT がそれで跳ねたのかはわからないけど、でも僕が向いている銘柄は一つ、二つの銘柄に絞ってね、話すことだなっていう。株主優待を紹介したところで僕はね、700万円くらいの資産しかないので、紹介にはあまり向かないなと。それよりも自分が一番儲けるように投資のレポートを動画で共有しているのが普通に拡散して動画として YouTube として評価されるなっていうのが分かってきました。で、これをね、運営メンバーと共有して、メンバーもこういう同じようなサムネイルが作れるように頑張ります。ね、自分じゃなくても誰でもできる仕事っていうのはどんどん他人に任せていくべきなんですよね。いつまでも経っても僕がね、動画編集してたりとか、イベントを開催するって言って、じゃあ、スタッフの宿泊先を検索するとかね、僕やってもしょうがないじゃないですか。誰でもできる仕事だから、ちょっと台本書いてくれって、企画を作ってくれっていう話なんですよ。もっと個人的な僕の話とか、ついでにこんなことがあったよとかね、ラジオみたいに聞きたいよ。こんな成長があったんだ。誰か死んだんだとかね、車買ったんだとか、野菜植えたんだ。ピーマンいくつ食べたとか、そういうちょっとどうでもいいけど、友達とか家族みたいに、ラジオみたいに聞けたらっていう人は、メインチャンネルのメンバーシップ90円で一応載せてます。500円に載せようかなとも考えているんですけどね。はい。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を発信していきます。また、せっかくね、AI じゃなくてオリジナルの僕が話すから、投資を知らないやつっていうのは、どんどん奴隷のように扱って、罵って、クズだと言って、車を自分が運転していて、原付とか横道を追い抜いていったりとか、前に出て信号に止まったりしてね。でも、人間と思わずに、もう奴隷とか、虫がなんか出てきたな、ぐらいの勢いで見ていこうとか、そういう毒を吐いてほしいっていうんだったらコメントお願いします。これがなんか、僕の独特っていうかな、良さ、ポジション取りがはっきりしてて、スッキリするなっていう意見をコメントいただくので、それを含めた様々な情報を発信していきます。今後も継続して見ていきたいよ。今後もね、この毒舌を聞いていきたいよっていう方は、コメントをお願いします。ぜひ、チャンネル登録、絶対してると思うけどね。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かった。で、またこの動画がもっといろんな人に見てもらいたいというときは、この動画の評価を上げるために、いいねとかコメント、あとシェアボタン、もう誰にもシェアしなくてもいいんですけど、今後の動画の励みになります。その他ご意見、ご要望とか、ないと思うけどね、コメントください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん投資頑張ってアルゴリズムの再セットもね、忘れないようにしてください。それではバイバイ。